俺はばあちゃん子で、いつもばあちゃんと寝ていたんだが、怖い夢を見て起きたことがあった。多分5歳ぐらい。夢の内容は、ボロボロの廃屋みたいなのが3軒ぐらいあって、その手前に堀があり、そこに信じられないぐらいでかい魚が泳いでいるというもの。最初は笑ってなだめてくれたばあちゃんだったが、魚と言った途端に顔色が変わった。そして夜中なのにどこかに電話をかけていた。両親も起きていて出かける準備をしている。俺も眠いながら着替えさせられて、父ちゃんの運転する車で出かけた。着いた先はひいばあちゃん、つまりばあちゃんの実家だった。ばあちゃんが呼び鈴を押すと親戚が出てきて、魚で分かったから来たとか言ってた。ひいばあちゃんの部屋に行くと、ひいばあちゃんが亡くなっていた。目も口もカッと開いて、ああ死んでるんだなと直感的に分かった。ひいばあちゃんの家は亡くなったひいばあちゃんとその親戚のおばさんの2人暮らしだったから、うちの両親やおばあちゃんがいろいろと葬式の手配をした。ばあちゃんが教えてくれた。オラが魚の夢を見ると必ず親戚が死ぬんだ。でも今回は見なかった。お前が代わりに魚を見た。だからどうしろということはなく、俺もなんとなくそうか、そういうもんなのかと思った。ばあちゃんと別で寝るようになってからは、ばあちゃんは単独で魚の夢を見ていたようだ。俺も遠くの大学に進学して実家を出てしまった。久しぶりに親が電話をよこして、ばあちゃんの様子が変だから帰ってこいという。入院でもしたのかというと、そういうわけではない。ボケたわけでもないという。でも気になるので帰省した。ばあちゃんの部屋はもぬけの殻だった。大切にしていた着物も趣味の書道道具も何もなく、ただ布団しかなかった。親によると急に片付け始めて、タンスなんかも全部庭で燃やしてしまったという。ばあちゃん、なんかあったのか。孫になら話してくれるかと聞いてみた。ばあちゃんは言った。魚を見た。でもあれは本当は魚ではねかった。堀でもね、壊れた家でもね。そしてばあちゃんは黙ってしまった。ばあちゃんはその日の夜、心不全で亡くなった。その晩、俺は単独で魚の夢を見た。廃屋には前には分からなかったが、たくさんの人がいて苦しんでいるようだった。堀は堀というより深い溝で、赤いような緑のような嫌な色の液体で満たされていた。魚の背びれが見える。大きい魚が浮き上がってくる。人の顔ほどもある鱗が見える。いや、あれは人の顔だ。魚が地鳴りを立てて跳ねた。魚は魚ではなく、死人が魚の形に集まったものだった。
ばあちゃんやひいばあちゃんの顔があったかはわからない。でも、なぜか、俺も死んだら、あの魚になるんだな、と思った。チャンネル登録、高評価しないと今晩あなたの背後に何者かが忍び寄る。それは、呪いの